皆さん、昨晩はアメリカの雇用統計発表されたので、そちらの分析を数分間していきたいと思います。現時点今は2時58分、4月2日で、ございます。OK。雇用統計のデータ、実際何が発表されたのか。そうだね。ここは数字を見ると、非農業部門雇用統計っていうのが正式な名前なんですけど、43.1 万増。で、2月は75万人増に、情報修正されました。平均時給は前月比で 0.4% 増。前年比では 5.6% 増で、2020年の5月以来の伸びになっています。大体見るとかなりと大きなプラスだけど、増加があったけど増加しすぎてない。増加しすぎるとやっぱり FRB がこれから利上げをもっと高いペースで上げるリスクが出てしまうので、それほど大きなペースではなかったんですね。なので先月が情報修正された75万、そこだけがちょっとでかかったですけど、今月の分がそれほど高くなかったので、かなりいい感じがしますね。はい。全体的に見ると。あとはそうですね。これを見ていて、特に僕が見ていて気づいたのは、全セクターが雇用者数が上がっていました。Job gains continued in leisure and hospitality、ここレジャーですね。Food and services、これは食料関連、professional business services、business services、buildings and dwellings、retail、リテール、小売、ここは建設、general merchandise、food and beverage、manufacturing、製造、全部全セクターで上がったので、かなりいい雇用統計。いや、これ実は最高の雇用統計じゃない？全セクターで上がってしかも上がりすぎていない。Employment is now down by 1.6 million, 1% from its pre-pandemic levels. 2020年の2月、ここはコロナの前の数字に比べて今の全雇用統計の、数字は160万人下落してます。たった 1% だけなので、あと数ヶ月ではコロナの、せいでなくした、仕事の数、全部ここは雇用が全部戻ってくる。全部すべて回復ができるというふうに読めています。全体的かなりプラスで、これがちょうどゴールディロックスっていうんだから、英語で上がりすぎてないから下がりすぎてない。It's just right, just in the middle。なので、これはかなり最高な数字かなと思いました。で、今日の数字を見て、特にドル指数を見ていると、今日はドルが上昇しています。ドル指数ですね。ドルが上昇していて、それと、5月でこのダブル利上げ 0.5 ポイント上げる可能性が 69.4%。昨日までは 71.1% でしたので、少しだけここダブル利上げの可能性が下がっているんですけど、だけど、ドル指数の方が、少しともっと上がっています。はい。特に FX が一番動きやすいんですね。この農業、非農業東京部分。ヨーロがここに対してこの頃かなり下がってきましたね。ポンドの方も、はい。で、オージードルの方もちょっとここはちょっとこの5ドルの方が危ないですね、ここ。なので今はもしかして、ちょっとトレンドが見極めが難しいですけど、そろそろしたら、どうだろうね。ドルがまた上昇トレンドに行く可能性もあるかもしれない。まだちょっと判断するのは早いと思いますけど、一応ドルがまた上昇トレンドに行くリスクがちょっとだけ上がっています。ちょうど今このヨーロが止まってるのが、この黄色い線、10日ドン平均だね。なのでこれを下抜けるかどうかもうちょっと見るべきかなと思います。イギリスポンドの方も見ると、イギリスポンドの方がもうちょっと過小評価だね。多分一番危ないのがさっき見てた5ドルだよね。5ドルの方が、これがちょっと危ないね。これから10日の平均を下抜けるところで、ちょっとトッピングアウトしてるので、特に皆さん、もしかしてこのドル指数が上がり続けるとしたら、5ドルの方も少しは下がる可能性は上がるかなと思ってます。全体的に今日のレポートは良かったと思う。少しだけちょびっと高的利上げの可能性が高くなった。だからドルが上がってるけど、それほど大きくないので、全体的に見るとちょっとだけ高的だけど、それがいいと思う。相場はもう高的に寄ってるので。なので、ジャストライト、相場は今日は株価は上がって、ここは良いレポートかなと思いました。これからの数週間、それほどでかいリスクが今のところ僕から見るとないような感じがしますけど、もう少し分析してから今日の株価の動きは別のビデオでしたいと思います。